茨城童子。越後の国軽井沢に生まれた茨城童子は、見目麗しい美少年で、若い娘たちは茨城に恋焦がれ、恋煩いを起こすほどだった。次から次に若い娘たちに言い寄られる息子の将来を案じた母親は、我が子を弥彦神社に預けた。ある日、弥彦神社に預けられていた茨城が、久しぶりに実家に帰った時のこと。茨城はふと目に留まったつづらの箱を何気なく開けると、自分へ宛てた文が入っていた。そこには裏若い娘からの自分へ向けられた湧き出る連母が血塗りの文字で切々と綴られていた。茨城はその血塗りの恋文を見るうちに感情の高ぶりを抑えられなくなった。そしてその血塗られた恋文をペロリと舐めた。すると立ちどころに美しい顔はぐにゃりと歪み、恐ろしい鬼へとなり果てた。茨城はそのまま飛び上がり、梁を伝い、羽振板を割って外に飛び出した。鬼と化した茨城は、境遇の似ている同じく鬼と化した酒呑童子と意気投合し、越後の国で悪行の限りを尽くした。茨城の母親は嘆き悲しみ、地元で悪行を尽くす息子を捕まえ、諭すと、二度とこの地を踏まぬと約束させ、茨城童子は酒呑童子と共に京へ移ったという。時は移り、京の都では、頼光に一条大宮への用事をことづかった渡辺の綱が、夜の闇の中、馬を走らせていた。そして、一条戻り橋に差し掛かったとき、肌が雪のように白く、美しい20歳ほどの女に出会った。女は一人で南に向かい歩いていた。綱はこんな夜更けにお供もなく物騒だと思い、お女中、こんな夜更けに物騒です。お送りいたしましょうか。と声をかけた。女が、ありがとうございます。家まで送っていただけますでしょうか。と答えると、綱はひょいと女を抱え、馬に乗せた。そして馬を走らせようとしたその瞬間、女は綱の眉をムンズとつかみ、恐ろしい鬼の姿となり、ビューと綱を持ち上げ、宙へ飛び上がった。そして、我が行き先は愛宕山なり。と恐ろしい奇声を発した。しかし綱は動じず、宙を舞いながら、名刀ひげ切りを抜き、鬼の腕を断ち切った。綱はそのまま
鬼の腕とともに北の天満宮に落ちた。鬼は悲痛なうなり声を上げながら愛宕山の方に飛び去っていった。この鬼を切った髭切りは後に鬼切りと呼ばれ、その後も名を変えながら名刀として引き継がれていくこととなる。綱は鬼の腕をまじまじと眺めた。その腕はゴツゴツとし、土のように浅黒く、白い毛が銀の針のように隙間なくチクチクと生えていた。綱はこの鬼の腕を持ち帰り、頼光に呈すると、頼光は、切り離されておっても鬼の腕だ。どうしたらよいものか。と、陰陽師安倍晴明を呼んで占わせた。晴明は綱に、鬼は必ず腕を取り戻しに来る。今日から7日の間、誰とも会わず物意味をし、任農業を唱えなさい。と進言した。綱は屋敷にこもり、鬼の腕を唐びに封印すると、任農業を唱え続けた。そうして6日経った黄昏時、トントントンと屋敷の門を叩くものがある。不審に思い、どなたかと尋ねると、育ての親のおばだという。綱は物意味中なので明日出直すようにと断りを入れたが、あれよこれよとおばは引き下がらない。しまいには、情けない。幼い頃には夜も寝ずお前を育て、立派な武士となったお前の姿をたった一目見たいと思い、はるばるやってきた。この年寄りをこんな日も暮れようとする晩に追い返そうとは、こんなひどい仕打ちはない。と言って門の外で座り込み、しくしくと泣き出す始末だった。根負けした綱は門を開き、おばを屋敷に招き入れた。おばは屋敷の様子をぐるりと見渡し、なぜ物意味をしているのかと綱に尋ねた。綱は一条戻り橋の鬼のこと、その鬼の腕のことを話した。するとおばは、その腕を一目見せておくれ、と言い出した。綱は今晩物意味が終わるので、明日ならよいと答えたが、またもあれよこれよと言い始め、言いくるめられてしまった。綱は仕方なく唐びの封印を解くと、鬼の腕をおばの前に取り出してみせた。おばは目を見開き、それを見るや否や、これはわしの腕じゃ。返してもらうぞ。
と鬼の姿に変化し、素早く鬼の腕を奪い取り、宙に飛び上がると、空の暗闇に消えていった。この一条戻り橋の鬼は、平家物語、剣の巻に記された物語で、鬼の名は出てこない。しかし、能で歌われる謡曲羅生門や茨城で羅生門の鬼茨城童子として歌われるようになった。出生についても大阪の茨城で捨てられた子供が床屋の主人に拾われ、店を手伝い始めた茨城が客の方を誤って切り、その血を舐めて鬼と化したという話もある。いずれにせよ、大江山主天童子と頼光らとの戦いで鬼の副将としてその名を轟かせた茨城童子は、自身のあるいは今日にうごめく名もなき鬼と重ねられ、ただ伝説だけが伝わっている。